2024年、人類最速の人工物パーカーソーラープローブが太陽表面から約610万 km まで接近しました。これは太陽に触れていると言っても過言ではない距離です。100万度を超える地獄のような領域に突入したにもかかわらず、なぜパーカーソーラープローブは破壊されなかったのか。そして太陽で観測された不可解な現象とは一体何なのか。4K の実写画像とアニメーションで太陽の本当の姿を見ていきます。太陽系にあるすべての天体を支配する怪物、太陽。質量は地球の33万個分以上、体積は130万個分に匹敵します。直径は太陽系最大の惑星である木星の約10倍。10兆 km 以上先にある天体すら捉えるほどの重力をまとう圧倒的な存在です。さまざまな人工物が太陽の観測を続けており、太陽で起きた大迫力の現象を数多く届けてくれています。例えば、これは2020年に発生した太陽表面の大爆発を捉えた映像。宇宙空間に向けて流れる磁場に沿ってエネルギーの粒子が勢いよく噴き出しています。大規模なものだと、そのエネルギー量は水素爆弾10億個分。太陽は自転しているため、回転するスプリンクラーが水をまき散らすように磁場が外側に向けて螺旋状に広がるのです。太陽の磁場は地球と比べ物にならないほど強く、太陽で起きるほぼ全ての現象に磁場が関わっています。太陽の活動が活発になる時期には表面での爆発が頻繁に起こります。これによって放出された莫大なエネルギーは GPS を狂わせたり電力インフラを破壊したりと地球や人類文明に大きな影響をもたらします。記録に残っている中で最大級の被害を出した1989年には変圧器が熱で故障し600万人の世帯が9時間にわたって停電しました。太陽の前では人類はあまりにも無力でちっぽけな存在です。太陽については別の動画で詳しく解説しているので、気になる方はこの動画を合わせて視聴することをお勧めします。月と並んで最も身近な天体である太陽にもかかわらず、太陽は未だに解明されていない大きな謎があります。その一つがコロナ。太陽の最も外側にある大気の層です。普段は太陽表面の明るさに隠れて見えませんが、特殊な装置や条件が揃えば間接的に観測することができます。この画像は皆既日食のタイミングで撮影されたコロナ。地球と太陽の間に入った月が太陽の光を遮ることでコロナが白い光となって拡散します。これは磁場の流れを緑色の線で可視化した映像です。表面からそのまま宇宙空間に出ていく磁力線もあれば、宇宙空間に出た後に弧を描いて戻ってくる磁力線もあります。プラズマが弧を描く磁場に沿って流れると、巨大なエネルギーが複雑にねじれて絡み合い、アーチ状の爆発が起きます。コロナループです。太陽にとってはありふれた現象ですが、地球一つを丸飲みにするほどの大きさがあります。コロナの不可解な点は、その高すぎる温度。摂氏100万度以上もあり、地球の中心部の推定温度と比べておよそ200倍も高温です。しかし、それより 2000km ほど離れた太陽の表面温度はたった6000度しかありません。エネルギーは太陽の中心部から外側に向かって伝わっていきます。上空に行くほど熱が逃げて温度も下がっていくのが普通です。中心部から表面にかけて温度が下がり、さらに離れたコロナで再び上昇するというのは明らかに常識を逸脱しています。2つ目の謎が太陽風です。太陽は電荷を帯びた粒子の風、太陽風を絶えず周囲に吐き出しています。太陽風はおよそ180億 km 先まで届き、外部から降り注ぐ放射線の雨から惑星を守る傘としての役割を果たしています。その反面、人体や電子機械に悪影響を及ぼす危険な風でもあります。
地球は磁気圏と呼ばれる磁場のバリアをまとっているため、太陽風が直撃することはありません。ただ、強い太陽風の場合、その一部が磁気圏をすり抜けて、オーロラという形で影響を与えてきます。コロナの加熱と並ぶ未解決の謎が、太陽風の急激な加速です。太陽風が放出されて間もない時点での速さは、秒速 30km から 60km しかありません。ところが、太陽半径の10倍から20倍の距離を境に、何かに背中を押されたかのように急加速することが分かっています。地球軌道に到達した時点での速さは、秒速 400km から 800km。この現象はコロナの加熱にも関係していると言われていましたが、根本的な原因は謎のままでした。こういった謎を解明するためには、地球軌道での観測だけでは決め手に欠けます。地球に到達した頃には、太陽風は他の粒子と混ざり合い、その特徴は薄くなってしまうからです。最も効果的なのは、探査機を太陽の近くまで飛ばしてコロナを直接観測すること。初めてそれを実現したパーカーソーラープローブは、太陽の研究に革命を起こす救世主となりました。コロナに突入する上で大きな障壁が2つあります。そもそも太陽に到達すること自体が難しいことです。太陽は太陽系で最も重力が強いため、ただそれに身を任せて落ちていけば簡単にたどり着けると思うかもしれません。しかし忘れてはいけないのは、地球も常に太陽の周りを秒速 30km で公転していることです。地球から探査機を飛ばして太陽に直接向かおうとすると、探査機は重力で急加速されて太陽を通過してしまいます。探査機そのものの推進力だけで太陽の重力に抗うことは到底できません。それを解決する手段がスイングバイです。惑星の重力を利用して探査機のスピードや進行方向を調整します。パーカーソーラープローブの場合は、惑星の公転する方向から見て前方を横切るように進路を取ります。すると、パーカーソーラープローブの運動エネルギーの一部が惑星の公転エネルギーに奪われて太陽に対する速度が下がるという仕組みです。太陽の強大な重力に抵抗するためには一度のスイングバイでは足りません。パーカーソーラープローブは金星の重力を利用して打ち上げから合計7回もスイングバイを行いました。2つ目が100万度を超えるコロナの過酷な環境です。最も接近するときには地球周回軌道上の約475倍も強い太陽光に耐えなければいけません。パーカーソーラープローブは鋼鉄が溶けるほどの超高温にも耐えられるように設計されています。最大の特徴は直径約 2.4 メートル、厚さ約11センチメートルの耐熱シールド。太陽に向ける面には強烈な熱放射をできる限り反射するためにコーティングされています。シールドの表面は摂氏約1100度に加熱されますが、その後ろにある探査機本体は摂氏約27度に保たれるようになっています。しかし、シールドの耐熱限界は摂氏1377度。これでは100万度を超えるコロナには耐えられないように思えます。コロナは確かに高温ですが、密度がかなり低いため、実際に探査機が受けるエネルギーはそれほど高くありません。例えば、2つの選択肢があるとします。一つは、沸騰した100度の熱湯に手を入れる。もう一つは、室温が100度のサウナに入る。サウナは確かに暑いですが、沸騰したお湯に触れるよりはるかに楽です。100度という数値だけを見れば同じですが、空気は液体よりはるかに密度が低いため、その分熱が伝わりにくくなります。したがって、探査機本体が100万度にまで加熱されることはありません。5、4、3、2、1、0 Liftoff of the mighty2018年8月12日、パーカーソーラープローブが地球を出発しました。ミッションの目的は初めて太陽に触れること。太陽最大の謎であるコロナの加熱や太陽風のメカニズムを解き明かす旅に出かけます。
重要なのはコロナとはどこからどこまでを指すのかという問題です。コロナは非常に薄い大気であり、太陽も固体の地面を持っていません。コロナを構成する物質は太陽中心部からの熱や圧力によって上昇していきますが、太陽の重力や磁場によって閉じ込められている状態です。しかし、ある一定のラインを超えると、重力や磁場を振り切るほど物質の流れが速くなり、太陽風となって宇宙空間へ逃げていきます。コロナの物質が太陽の束縛から解放されて太陽風になる境界がアルベン臨界面です。2021年4月24日、パーカーソーラープローブは金星を利用したスイングバイで減速を重ね、太陽表面の約3800万 km の距離から8度目となる太陽への接近を開始。その4日後、太陽表面からおよそ1300万 km 上空で粒子の流れる向きが大きく変わったことを確認しました。パーカーソーラープローブが初めてアルベン臨界面を通過し、コロナに突入したことを意味します。アルベン臨界面を何度も横断した結果、境界面が滑らかではなく歪んだ凸凹な面であることがはっきりしました。これはコロナの内部で撮影された映像。本来は直接見えない粒子の構造が可視化されており、横殴りの雨のように一定の方向に流れているのがわかります。まるで嵐の中に飛び込んだかのような激しい光景です。この画像は太陽表面から約2700万 km 離れた位置で撮影されました。中央から少し左に映っている白い点は水星です。その上に走っている白い線はコロナストリーマーと呼ばれる構造。太陽が活発に活動している領域に発生する粒子の密度が高い部分を指します。コロナストリーマーを間近で観察できるのはパーカーソーラープローブだけですが、皆既日食の時だけは地球からでも確認することができます。ミッションでの新発見は太陽だけにとどまりません。金星の軌道に沿って太陽を回る塵のリングをはっきり捉えたのです。宇宙空間には大量の塵が漂っており、太陽光を反射して明るく輝きます。金星の軌道上にある塵は近くの領域の塵より約 10% も高いと考えられています。ただ、太陽系にある塵がどこから来たのかは未だにはっきりしていません。過去数十年の間は小惑星や彗星のかけらだと言われてきましたが、近年は火星の砂嵐が起源である可能性も浮上しています。パーカーソーラープローブはこれまで謎に包まれていた現象を詳しく観測することに成功しました。スイッチバック。太陽の磁場の向きが数秒から数分で反転する謎の現象です。これはパーカーソーラープローブが観測した磁場の向きを線で表した映像。太陽に向かう磁場は青色、太陽の反対側に向かう磁場は赤色、それ以外を向いた磁場は中間の色で表示されています。短時間で青から赤に変化するのが磁場の向きの逆転現象、スイッチバックです。これは太陽に近いほど頻繁に発生することが分かっています。スイッチバックがあることは以前から知られていましたが、その発生源は一切不明でした。しかし、パーカーソーラープローブはその原因の特定につながるデータを見つけます。スイッチバックの発生源として注目されているのが太陽の表面です。太陽の表面を拡大すると、細胞のような粒が無数に動いているのが見えます。中心部で生成された高温のエネルギーが上昇し、表面で冷えてまた沈んでいく。その繰り返しでエネルギーが対流し、沸騰したお湯の泡のような構造が生まれているのです。表面がこのように対流すると、そこから伸びる磁場も揺れたりねじれたりします。それが上空のコロナまで伝わり、結果として磁場の反転につながっていると NASA は推測しました。スイッチバックの発生過程はコロナを加熱したり太陽風が発生したりするためのエネルギー源になり得ると考えられています。磁場の逆転現象の発生源こそが数十年未解決のままだった太陽の謎を解明する突破口になるかもしれません。
2024年11月6日、パーカーソーラープローブは最後のスイングバイを完了し、これまでで最も太陽に接近する軌道に入りました。12月24日のクリスマスイブに、太陽の表面から616万 6560km の距離を通過。太陽と地球の距離を1メートルに置き換えたら、パーカーソーラープローブはわずか4センチメートルの距離まで迫ったことになります。最高速度は驚異の時速69万 2000km。アメリカのワシントンから東京までわずか1分で駆け抜けるほどのスピードです。これによってパーカーソーラープローブは人類史上最速の人工物と人類史上最も太陽に近づいた人工物という2つの世界記録を同時に達成しました。これは太陽に最接近した際に記録された映像。コロナで激しく吹き荒れる太陽風が見て取れます。太陽風をこれほど新鮮な状態で観測できたのは、今後の太陽風の研究にとって貴重な財産となります。2025年9月15日、パーカーソーラープローブは25回目となる太陽への接近を行いました。今後はこの軌道にとどまってデータを集めていきます。主要なミッションはすでに完了しており、2026年以降のミッションについては審議の途中です。機体の状態は良好で、推進剤や電力にも余裕があるため、延長ミッションに突入する可能性もあるとみられます。パーカーソーラープローブは太陽をめぐる長年の謎を解き明かす糸口を見つけましたが、有力な仮説を絞り込めた段階に過ぎません。完全解明に向けて、これからさらに観測と検証を続けていくことが必要です。パーカーソーラープローブのミッションは一区切りつきましたが、その重要性は依然として大きいと言えます。初めて太陽に触れた偉大な探査機の年表には、今後も輝かしい功績が追加されていくはずです。パーカーソーラープローブをこのまま放置した場合、やがて推進剤が尽きて自由に動けなくなります。そうなったら NASA は機体を反転させて無防備な本体を太陽の正面にさらすことも検討されているようです。そうなればパーカーソーラープローブのほとんどは燃え尽きますが、耐熱シールドだけは形を保ち、10億年間は太陽を周回し続けると言われています。人類が滅びた後も NASA が宇宙に挑戦した痕跡は半永久的に残るのです。